皆さんこんにちは。こんにちは。公式ポケモンカードチャンネルのライチュウメカワです。ナナップルです。今回の動画は株式会社クリーチャーズさんが主催するポケモントレーディングカードゲームイラストレーションコンテスト2022が開催されていますので、ポケモンカードゲームのイラストに関する情報を発信していきたいと思います。まずこちらのコンテストですが、ポケモンカードゲームのイラストを描くというコンセプトで作品を募集しているコンテストになっています。ポケモンのじゃなくてポケモンカードのイラストなんですね。はい、そこが重要になってます。今回はポケモンの日常をテーマに8匹のポケモンの中から1匹を選んでポケモンカードのイラストを作成するという内容になってます。はい、私の好きな不思議種もいてすごい嬉しいです。テーマがねポケモンの日常なのでかなり自由に作品が描けるのではないかと思います。そして今度のコンテストは日本だけじゃなく、なんとアメリカでも同時開催となっています。おー、めっちゃすごいですね。そしてこのコンテストで最優秀作品賞に選ばれたイラストは実際にポケモンカードのプロモカードとしてイラストに採用されます。すごい。なのでね、ぜひたくさんの方にコンテストにチャレンジしていただければと思います。また本日はですね、このコンテストに応募しようと考えている視聴者の皆さんのために役立つヒントをお伝えできればと思いゲストをお呼びしております。それではお願いします。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。というわけで2人のゲストにお越しいただきました。まずはこの方。はい。クリーチャーズでアートディレクターをしています長谷です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてもう一人この方。同じく株式会社クリーチャーズのイラストディレクターをしております斉藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで今日はクリーチャーズの長谷さんと斉藤さんからポケモンカードのイラストで大切にしていることをたくさんお聞きして、視聴者の皆さんの制作のヒントにしていただければと思っています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけど、ポケモンカードのイラストで大事にしていることってどういうことになりますか？はい、普通にお伝えしても面白くないと思うのでクイズ形式でお伝えしたいと思います。クイズ。なるほどね。今からポケモンカードのイラストで大切にしていることや逆にやってはいけないことについてクイズを出題しますので、皆さんに答えていただければと思います。視聴者の皆さんもよかったら参加してください。面白そうですね。めっちゃやってみたいです。では早速1問目です。ポケモンカードのイラストで大切にしていることとして正しいものは次のうちどれでしょう？ A、たくさんの種類のポケモンを1枚のイラストに描くこと。 B、1種類のポケモンを主役として描くこと。 C、ポケモンの体色以外に使える色数を制限している。なるほど。なるほどね。ちょっとね迷いますけど、これかなっていうのあったんで、はい書きますかうちらも。はい、はい。せーのドン。じゃん。お、違う。 B です。 C です。これナナップルはなんで B だと思いました？パッとカードを見た時にこのポケモンのイラストなんだって分かることが大事かなっていうふうに思いました。でも僕も結構着眼点は近いっていうか、メインとなるポケモンの色味すごい活かしたい部分だと思うので、そこを引き立てるためにやはり色の数を制限しているのではないかという考えです。では正解を斉藤さんからお願いします。はい、正解は B の1種類のポケモンを主役として描くことです。当当たりました。やった。いやー間違えてしまった。ありがとうございます。ポケモンカードのイラストではカード名になるポケモンを主役に描くことが大前提になっています。ポケモンカードゲームは自分の相棒になるポケモンを選んでデッキを組んでバトルするゲームです。なので、ユーザーの皆さんにはイラストを見てそのポケモンが自分の相棒だと思ってもらえるように作ることを意識しております。例えばそのポケモンと一緒に戦っていると思えるように技名とイラストをリンクさせたりして工夫して作っています。そのため複数のポケモンを描いてしまうとどのポケモンが自分の相棒で主役なのかわからなくなってしまうので、原則カードに描くポケモンは1種類にするようにしています。なるほど。言われてみるとね、カードには1種類のポケモンがドンっていることが多いかもしれないですね。そうですね。一応補足するとタッグチーム GX のようなコンセプトカードは例外となります。はい、確かに言われてみるとタッグチーム GX 以外のカードで数種類のポケモンが書かれているのはあんまり見たことがないかなって思いますね。主役のポケモンを引き立てることが重要なので A のたくさんの種類のポケモンを1枚のイラストに描くことは逆に主役のポケモンが目立たなくなってしまうことがあるので違いますね。C のポケモンの体色以外に使える色数を制限しているは特に制限を設けていないのでこれも違います。そうですよね。場所とか風景によって結構色数が必要になってくることもあるのかなって改めて再認識しました。ポケモンカードのイラストでやってはいけないのは次のうちどれでしょう？ A、ポケモンの世界にはいないオリジナルの動植物を描くこと。 B、
ポケモンや背景を天地逆さまに描くこと。 C ポケモンをカメラ目線で描くこと。わかりますね。うんわかるぞ。ナナプラ結構ねイラスト通なところイがあラスト大好りますからね。きでよく見てますから。せーのせーのドン A です。うんあ、同じだ。そうだね、うんまあポケモンの世界にいない動植物はあんまりやっぱ見ないじゃないですか、見ないですね。だからそうかなと思ってます。あと他のね2択もなんか消去法で言ってもこれかなって思いました。正解は A のポケモンの世界にはいないオリジナルの動植物を描くことです。おーやった正解しました。ポケモンカードのイラストはそのポケモンを紹介する役割を持っているので、イラストを初めて見たユーザーが一目でそのポケモンの個性や生態について想像したり、世界観に没入できるイラストを目指しています。はい、今映っているボスのガラルマッキョ、マグカルゴなどは分かりやすい例ですね。このポケモンはこんな場所で暮らしてるんだということがなんとなく想像できますよね。確かにそのポケモンがいる世界に入り込めるイラストになってますし、図鑑テキストとリンクしてどういうポケモンかっていうのも伝わってきますよね。文字が読めない小さいお子さんとかにも伝わりそうですね。そうなんです。もしカードイラストにポケモンの世界にない動植物を描いてしまうと、ポケモンの生態や世界を正しく表現することができなくなってしまうので A は NG です。B のポケモンや背景を天地逆さまに描くは普段あまりしないことですが、そのポケモンの個性を表現するために必要、もしくはそう描いた方が良いということであれば問題ありません。例えば今映っているカクレオンやカプコケコのようにポケモンまたや背景を天地逆さまにすることでそのポケモンの個性が表現できる場合もありますよね。カプコケコのイラストとかは特にダイナミックでぐるんとしてる感じがあるので、イラストを見ただけでも俊敏さが伝わってきますね。C のポケモンの目線については、大切なのはそのポケモンが主役としてそのポケモンの個性と魅力が見る人に伝われば、表現としてはどちらでも問題ないと思っています。では3問目に行きましょう。はい。ポケモンカードのイラストでやってはいけないことは次のうちどれでしょう。 A ポケモンが寝ている様子を描くこと。 B エフェクトをつけること。 C ポケモンの特徴となるパーツを描かないこと。これちょっと難しいかも。まあこれもまたやってはいけないことだもんね。迷ってます私。じゃあ僕らの回答こちらです。はい。ドン。じゃん。お、割れた。お B です。エフェクトをつけること。はい、なんとなんでちょっと思った。そのポケモンを表現する邪魔になっちゃうのかなって思いました。はい。で僕の C はまあ特徴となるパーツは書いた方がいいんじゃないかなと思って、それ迷いました。はいということで C です、正解は C のポケモンの特徴となるパーツを描かないことです。おお間違えた。わかりました間違えちゃった。ポケモンの世界には多種多様なポケモンが生息していて、その一匹一匹に個性があります。ポケモンカードのイラストはそのポケモンが主役なので、主役のポケモンの特徴的なパーツを見せることはとても重要です。例えばこのホシガリスのように後ろ姿ですが特徴的な大きい尻尾をちゃんと見えるように描いていますね。せっかく素晴らしいイラストを描いても主役ポケモンの特徴的なパーツが見えなくなってしまうと NG となってしまいます。なるほど、ちょっと引っ掛けかなと思っちゃいました。はい、ぜひね視聴者の皆さんにも気をつけていただきたいポイントですね。B のエフェクトは主役のポケモンを引き立てるために有効な手段になりますので問題ありません。なるほど。ただしエフェクトを誇張しすぎてしまうとポケモンが見えづらくなってしまったり色が変わって見えてしまったりするのでバランスに注意が必要になっています。天地逆の部分でも説明したようにそのポケモンの個性や魅力が見る人に伝われば表現としては問題ありません。では最後にもう1問いかせていただきます。ポケモンカードのイラストで開発当初から最も大切にしていることとして正しいものは次のうちどれでしょう。 A 常にかっこいいと思えるイラストを描くこと。 B イラストにバリエーションを持たせること。 C 人気のポケモンをイラストにすること。いや、最後の問題だからこれは正解したいですね。今のところお互い2問当たって1問外していると。せーのじゃん。 B です。7プロなんで消去法ですね。なるほどね。常にかっこよくなくてもいい可愛いポケモンもいるなって思いますし、別に人気のポケモンじゃなくてもいい
と思ってますね。うんうんうんはい。まああとイラストバリエーションいっぱいあるなっていうのは常日頃から思ってるので、まあ、B かなって感じです。はい、はいもうね同じような形ですが、はいどうでしょうか。正解は B のイラストにバリエーションを持たせることです。おー、よかったよかった。はい、多くの個性豊かな作家さんによるイラストのバリエーションはポケモンの多様性やポケモンカードの多様性にもつながる大切な要素です。 A は確かにポケモンカードのイラストにはかっこいいイラストもあるのですが、本当にさっきおっしゃったようにかっこいいイラストだけじゃなくて可愛いイラストもたくさんあります。はい。先ほどからお話ししているようにポケモンの個性を表現することを大切にしていますので、常にかっこよさを求めているわけではありません。あと人気のポケモン以外に逆にゲームだとあまりスポットライトが当たらないポケモンをあえてカードでは古いイラストにしていたりするので C も違いますね。ポケモンカードのイラストはたくさんのポケモンの個性とさまざまな作家さんの個性が混ざり合って多様性が生まれていて、それがコレクションしたくなる動機につながる魅力だと考えています。ポケモンカードは一つの商品の中に本当にたくさんのバリエーションがあって見てて楽しくなりますし、すごい大好きです。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんにポケモンカードのイラストについて分かっていただけたと思うので、クイズは以上にしたいと思いますが、はいいかがでしたか？お話を伺ってね、ポケモンカードのイラストの見方が変わった気がしますね。いろいろなことを考えて描かれているので、ポケモンカードの奥深さっていうのをすごく感じました。クイズもめっちゃ楽しかったです。楽しんでいただけてすごい良かったです。はい。最後に長屋さんと斉藤さんからこのコンテストに応募を検討されている視聴者に向けて一言ずつお願いします。はい、クイズ形式で、ポケモンカードのイラストについてお伝えさせていただきましたが、ポケモンカードは世界中の方々の手に渡るものなので、この世界観を正しく伝えるためにさまざまなルールがあります。今のポケモンカードはですね、さまざまな作家さんのさまざまなイラストというのが魅力の一つになっておりますので、応募される皆さんも今日お伝えしたルールを守りつつも自分の個性を生かした素敵なイラストを描いていただければなと思ってますし、我々も、素敵なイラストに出会えることを楽しみにしております。皆さん張り切って応募してください。ポケモンカードゲームは世界中の子供から大人までたくさんの方に届く商品です。手に取った誰かに力や元気を与えられるように、1枚のイラストにしっかり思いを込めて全力で応募してください。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ポケモントレーディングカードゲームイラストレーションコンテスト2022は2022年1月31日まで応募を受け付けています。応募は概要欄にリンクがあるコンテストサイトの専用の応募フォームからお願いします。ぜひ皆さん応募してみてください。はい。今日の動画を見ていいなと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録もお願いします。それでは皆さんまた次回、バイバイ。バイバイ。